こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。速報って、また撤退ニュースですか？いや、今回は新型バイクニュースだぜ。ヤマハの XSR900 に、新しいモデルが発表されるかもしれないらしい。それって、国内仕様も発表されてないのに、もう次のバリエーションモデルって誰もが思うやつですね。ま、そうだけど。でもこの情勢下だ。新型バイクニュースが出てくるだけでもよしとしようぜ。青月電子台は、新型バイクニュースでできています。じゃ、噂の新型 XSRGP について考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだ。XSR900 カウル版 GT モデルの噂をチェックです。じゃ、輪締めか。XSRGT の噂をチェック。今回のネタはいつもお世話になっている噂サイトで見かけた記事と、海外サイトの情報を元にしているぜ。記事の内容はこんな感じだ。ヤマハが欧州連合知的財産庁 EUIPO-XSRGP の商標を提出している。申請日は2022年4月21日。どんなバイクなのかって情報は皆無ですね。そうなんだよ。なので海外サイトを巡回してみたところ、こんな感じで GP の話題を見つけたぜ。どんな話題？ 1、XSR900 に特別な装備とカラーを設定。2、WGP60 周年記念の次の一手。3、最近トレンドのハーフカウルモデルのレーサー。4、発表は今年後半。それじゃ、順番にチェックしていくぜ。1、XSR900 に特別装備とカラーを設定。ヤマハでは XSR というブランドを持っていて、YZF-R シリーズ MT シリーズ MAX シリーズと並ぶ人気シリーズだ。排気量は125、155、300、750と複数展開されていて、900をトップとするネオレトロストリートバイクだな。日本では700と900がリリースされてて、先日2022モデルの国内仕様 XSR700 が発表されたばかりですね。そうだ。新型 XSR900 は春のモーターサイクルショーで大々的にお披露目されて、今は国内発表待ち状態だぜ。主も気になっているモデルです。何せ全部載せモデルだからな。で、今回のネーミングだが、MT シリーズの SP とか、内見 GT とかと同じように、XSR シリーズの GP は、フラグシップ用だと予想されてる。専用装備とカラーリングをまとったモデルで、例えばオーリンズのショックや、DLC コーティングされたフォーク、特別用皮シートって装備でしょ？今までのヤマハのネーミングの傾向から推測すれば、想像は容易ですね。果たしてそうかな？今回は GP だ。SP とも GT とも、Z でも超でもない。そんなアンチョコな設定をヤマハがするはずがないだろ？言い切った。じゃ、GT がどんなモデルになるのか、次の話題はこれだ。2、WGP60 周年記念の次の一手。YZF には、グランプリレース60周年記念を祝う特別カラーをラインナップしているよな。この特別カラーは全排気量に用意されていますね。次の記念モデル戦略が XSR シリーズの GP となるのでは？って話だ。XSR の全モデルに記念カラーが設定されるの？いや、そうじゃないみたいだ。欧州モデルの XSR シリーズは、2021年から2022年にかけて全ラインナップが更新済みだ。そして販売手こ入れとして、XSR700 には X トリビュート、XSR125 にはレガシーと、特別モデルが用意された。国内未導入の。そうだけど。なので次の手こ入れは、XSR900 の GP ってのがあり得る、って話なんだよ。具体的には？ XSR のフラグシップモデル XSR900 をベースに、ボテのカラーリングはホワイトでゴールドホイール、赤いスピードブロックが採用されるって噂だ。定番すぎない？確かに。それじゃってことで、もう一つ噂を見つけた。XSR900 のフルカウルモデル説、だ。それ、3気筒版の YZF-R9 じゃないですか。XSR がそうなるとは思えませんが。おっしゃる通り。確かにこの妄想には無理を感じるし、これは当たり前すぎて新鮮味がない。ということで最近のトレンドから妄想した話題がこれ。3、最近トレンドのハーフカウルモデルのレーサー。そうか。そういうことか、ヤマハさん。最近発表された、デザイン重視のハーフカウルなバイクといえば、ホンダのホーク11です。それ以外にもトライアンフのスピードトリプル RR、川崎の Z900RS、SE やビモータの KB4 とかな。丸型ヘッドライトにハーフカウルを合わせたデザインは、最近のデザイントレンドになっている。XSR にも社外品ハーフカウルはたくさんあるけど、やっぱり後付け感はあります。なので、XSR を素材に、本気のハーフカウルモデルが GT として発表されるんじゃないか、って話だ。ヤマハが本気でデザインする GP がどんなデザインになるのか、とても楽しみですが、
GP といえばケニー・ロバーツ、ケニーといえばケニー・ジュニア、ケニー・ジュニアといえば鈴木を思い出してしまいますよ。鈴木もトレンドに乗っかりケニーハーフカウルモデルを開発していたりして、大丈夫だ。鈴木はそうしたイメージ戦略的なプロモーションはあまり得意じゃない。なのでヤマハと被ることはないだろう。また言い切ったね。あとハーフカウルの参考ネタとしてだが、実は XSR900 のハーフカウルモデルが2015年に海外発表されているだよ。どんなバイクなの？これください。XSR900 アバルトってモデルだ。アバルトって、あのアバルト？そう、イタリアのチューニングメーカーのアバルトだ。ホークイレブンがこの形だったらよかったのに。漏れてるぞ。心の叫びが。気にしないでください。GP が魅力的なバイクになりそうだ。ってことはよくわかりました。では、いつ頃の発表になりそうなのでしょうか？ 4、発表は今年後半。海外の記事によると、XSRGP はドイツのケルンで開催されるインターモと、イタリアのミラノで毎年開催されるエクマで発表されるんじゃないか、って話だ。年末ですか？その頃には国内仕様も発表されてると思うから、合わせて GP も発表されてるかもしれん。だといいですね。果たして、妄想通りのハーフカウルか、往年の YZR500 を連想するフルカウルか、はたまたレジェンドライダーつながりで、クリスチャンサロンからのケニー・ロバーツ仕様か、どんな仕様で発表されるのか、全部お願いします。無茶言うな。でも確か XSR には外装キットが準備されてたから、XSR900 も後から GT 化できたりすると嬉しいな。他社ではあまり見ない着せ替えができたら、XSR のさらなる魅力につながりますね。今回のお話はこんなところだな。お次は XSRGP のまとめ、です。まとめ。ヤマハの快進撃が止まらないですね。他社は発売延期とか、納期遅延で新型発表を控えてるようですが、ヤマハはノープログレムなんですかね？新型車の話題もコンスタントに出てくるし。そんなことはないぞ。ヤマハも同じように影響を受けてるはずだ。ただ、他社と比べると、プロモーションが上手いと感じる。話題が途切れないように、海外モデルの国内向け発表のタイミングを調整したり、派生モデルを用意してシリーズの目新しさを保ったりしてる、ってのは感じるな。そして、もし XSRGP がハーフカウルのネオレトロなら、ホークイレブンと比較されることになると思う。ホンダがどんな手こ入れをしてくるか、超楽しみだ。ホークイレブン、プロダクト2、セミアップ班とか。ま、しばらく先の話にはなるが首を長くして待とうじゃないか。主はずっと待てますから。ああ、粘り勝ちを狙うとするぜ。では、今回はこの辺で。それでは、See you!